かりですね自分に合うんじゃないかっていうところを探していればですね、きっと一つ二つそういう事例が出てくると思いますので、そこはチャンスだと思いますので、ぜひですねチャレンジしてほしいなというふうに思います。ジグテックさんの案内のチラシをいただきまして、そちらを見たときに登録してみようというふうに思ってですね、うちが小さな会社で営業を持たなかったものですから、新しいところと知り合うきっかけっていうのがですね、なかなかないもので、新しい取引先と出会いたいなっていうことで始めました。登録をしてですね、そうすると今度メールが送ってくるんですね。で、情報ボードっていうところに、こういった仕事ができるところを探していますっていう案内が次々出てくるんですけども、普通にメールチェックしてる感覚で情報ボードもそういうふうにチェックをしててですね、特に負担になるわけでもなく、うちの仕事を探してる会社があるんだっていうようなですね感覚で見ましたね。登録から2ヶ月ぐらい経った頃だと思いますね。超音波の洗浄槽を、その溶接できるところを探してみますっていう情報だったんですね。長野県で、超音波の洗浄装置を作られている会社さんのお話だったんです。ずっと厨房とかですね、もうステンレスのそういった加工を得意としてきましたんで、これまさにうちの仕事だと思ってですね、すぐその情報ボードに書き込んで、メールでやり取りする分だけには当然相手の方もそういった審査をくぐり抜けた企業さんであるので、変な不安はなくて、ただ、本当にマッチングしたいという気持ちだけでした。こういった、品物ですよということで図面をいただいて、それでうちでできますねっていう話で、3次元の絵を描いて、こういう形でうちは制作しますよ。先方さんが福岡に来られるっていう話になったんで、普段はやっぱり九州の仕事が多いんですけれども、長野となるとちょっと遠いんで、一体どうして仕事が来たのかなっていうのは感じました。ただ来てもらうときにその工場を見てもらうだけではちょっと話が進まないかなと思ったので、もうあらかじめいただいてた図面で2台ほど試作を作ってですね、用意してました。自分たちはやっぱりその溶接技術ですね、大会とか出て溶接部門とかで好成績を残してたので、絶対溶接には自信がありますよっていうところをアピールしたかったですね。特注サイズのものをじゃあお願いできますかっていうことでまず最初にいただいたんですけど、より頑丈に作らなきゃいけないということで、自分たちも今まで以上に気合を入れて作らせてもらったんですけど、板継ぎって言ってですね、従来の板のサイズではこう曲げていった時にそのシンクの大きさにならないので、この一面だけを別の材料から取ってきてつけるというような形ですね。ただそのままつけるとですね、ステンレスの板が熱で大きく波打つんですよね。でそれを防ぐために鉄板の上に板を置いて、でピタッとくっつけて、でそこをずっと溶接していく。これが従来のやり方なんです。実際向こうに品物が届いて2日ぐらいすると電話がかかってきてですね、で又吉さんどういうことよって、水漏れするんやけどっていう話になってですね、でいやそんなことはないと思う、いつもより気合い入れてっていうのは変ですけど、いつもよりも気を使って、したんでそんなはずはないと思います。いや現にこういうふうにして水漏れしたと。実際にやっぱ物を見たらクラックっていうひび割れが入ってるんですよ。でそれを見た時におかしい、今までこんなの出たことない、なんでこんなのが出たんだっていう話になって、いや自分も原因が分からなくてずっとなんでだろうってずっと思ってましたね。いやちょっと待って、その板の下に引いた板は何の素材を使ったのっていう話になって、ザム材っていうですね
鉄が錆びにくいようにですね、鉄に亜鉛とマグネシウムを混ぜた板があるんですよ。亜鉛ガスが溶け出して出てきてたんじゃないか、そうだそれが原因だって話で、改めてその写真を見直してみたら、そのクラックの周りに黒い斑点のようなものが、これがそのガスの跡じゃないか、これが原因だって、じゃあガスの発生しない板を引いて、そういう板継ぎ用のジグっていうのを作った方がいいんじゃないかっていう話になって、そして、変なガスが入り込まないようにシールドガスっていってですね、先に不活性ガスを流れてる状態で溶接をしたらこういったトラブルは起こらないんじゃないかっていう話になって、溶け込みもそうですし、色味も綺麗ないい溶接ができるようになってですね、良くなりましたねっていうことで褒めていただいてます。まさか自分たちがそんな遠い会社と取引できるとかいうことは考えてなかったですし、定期的に本当お仕事をいただけるようになってですね、うちの取引先が大体250社程度あってベスト5に入るような企業様っていうことになりましたんで、おかげさまでいいお仕事させてもらってるなっていうのがあります。また自分たちのその技術レベルが上がったっていうのもですね、非常にありがたいことですし、また少しでもですねマッチングしそうないい情報があれば早く返信をして第2第3のいいマッチング事例を作っていきたいなっていうふうに思っています。